そんな中ですね、なんとこちらのポップコーン来週で100回を迎えるということで、なんかねやっぱね洗い物がめんどくさいんですよ。だから鍋1個でね全部できちゃうので、物を投げながらめちゃめちゃ気になるんですけど。K スターチャートプレゼンツポップコーントップ10フライデー、パーソナリティの足立優斗です。今週は、プレイブの皆さんのコメントをお届けしました。いやーね、プレイブの皆さんもお話しされていましたが、いよいよですね、春桜のシーズンがやってきます。皆さんのね、春したいことは何ですか？この春、多分いろんなドラマがあると思います。卒業式だったりね、社会に出てね、この世界で戦っていく人もいれば、なんでしょうね、今ある、世界を捨てて違うまた新たなステージへ行く人もいると思います。そんな中ですね、このポップコーンを聞きながらですね、皆さんの背中を押せればいいなと、足立優斗は思っております。そんな中ですね、なんとこちらのポップコーン来週で100回を迎えるということで、どうですか？ラジオの100回って結構あるんですか？毎週1回ペースで結構あるんですって。皆さんびっくりしました。今自分結構続くんですね、ラジオって。こう言ったら怒られるんですけど、100回ってねすごくないですか？100回ですよ。そう、足立多分50回なんですよ。今55回、ひーちゃんと入れまして100回ということで、いや歴史あるラジオになってきました。でね、次回のポップコーンは足立の友達INI の田島翔吾くん、翔吾とね、一緒にできることがとても嬉しいです。翔吾とは結構週末会ったりしてたんですけど、あんまお仕事って感じではないんですよね。多分実際会うと結構黙り込んでしまうかもしれませんが、皆さんついてきてください。よろしくお願いします。はい。そうだね、まだ話してないので、ちょっと翔吾すごい忙しいと思うので、ちょっと連絡入れときたいなと思います。ぜひ皆さんね、リアルタイムで、一緒に楽しみましょう。ではアプリアイドルチャンプの投票機能と連動した K-POP のオリジナルチャート K スターチャートのトップ10をおさらいしましょう。第10位はママムムンビョルで星明かり。第9位は JO1 でジョイナス。第8位はネクスジでナリナ。第7位は20で夜明け。第6位は INI でメイクイットカウント。第5位はオンリーワンオブでステイ。第4位は BTS ジンでランニングワイルド。第3位は JD1 で Be Responsible。第2位はテンペストでバブルガム。そして第1位は BTSV パクヒョシンでウィンターヘッドでした。7回目の1位獲得おめでとうございます。投票してくれた皆さんありがとうございました。はい、ということでですね、今週も終わりが近づいてきましたが、今週ね結構暖かかったりね寒かったりしてて、体調の面気になるところではございますが、今日めちゃめちゃ寒いんですよ。春って何月からですか？暦の上では2月4日から春。そうなんですか。へえ、なるほど。2月4日から春と宣言してもいいだそうですが、まだね寒いのでちょっとねなかなか朝起きれないんですよ本当に。しかも謎にね、なんか長袖長ズボン着たくないっていうプライドがあるので、皆さん知ってる通りありがとうございます。いつも風邪ひくパジャマで寝てるんですけど、ちょっとね出れないですお布団から。でも今日は来ました。ちゃんとありがとうございます。すき焼きはですね、そうです。最近すき焼きにハマってます。すき焼きにハマってて、週2は食べてますね。ネギ切ってお肉炒めて、白菜、白滝とか焼き豆腐入れて食べてるっていうのを今続いてるんですけど、なんかねやっぱね洗い物がめんどくさいんですよ。だから鍋1個でね全部できちゃうので、生卵もやってますよちゃんと。混ぜてね、なんかね締めとかないです。もう
肉が食べたくて、本当になんかスーパー行ってもうステーキもいきなりステーキさんから出てくるような分厚いステーキ食べたいなと思ってたんですよ。最近運動もやってるので、タンパク質足りないなと思ってスーパー行ったらね、すき焼きに目を引かれてしまいまして、ちょっとねお財布はねちゃんと締めていきたいなと思っております。それではメッセージの方をご紹介しましょう。埼玉県ラジオネームジンジンは最高のリーダーさん。アストロジンジンさんが出演するとのこと。ゆうとくんとのトーク楽しみです。韓国の歌番組でお会いしたこともあると思います。初めて会った時の印象はどうでしたか？ありがとうございます。メッセージジンジンさんですね。本当にアストロ先輩ですね。アストロ先輩の方々は、自分がデビュー組に入ってさあデビューするぞってまだ世に出てない時に一度テレビで流れてたんですよね。歌番組で、パフォーマンスされてるアストロの先輩方がテレビに流れてたんですけど、なんかねすごかったです。ダンスのシンクロ率といいますか、なんかこんな先輩たちもう出てるんだっていうすごい印象を受けたの未だに覚えてます。練習室で。はい。やっぱね、なんでしょうね。もうバランスが完璧じゃないですか、アストロ先輩。本当に。いや、歌もダンスもラップも、なんかとてもかっこいいです、今も。はい。そしてですね、ジンジンさんはね、皆さん3月登場予定ですので、お楽しみに。はい。続いてのメッセージいきたいと思います。こちらも埼玉県ですね。埼玉県ラジオネームミキさん。卒業エピソードということで、私が通っていた高校では卒業生が後輩に向かって飴とか物を投げながら退場するという風習がありました。後輩がみんなで取り合って泣きながら笑いながらの思い出があります。ゆうとくんのボタンを欲しい後輩がいっぱいいたでしょうね。まずありがとうございます。メッセージ。私が通っていた高校では卒業生が後輩に向かって飴とか物を投げながらめちゃめちゃ気になるんですけど、チョークとかですかね？退場するという風習がありました。なんか調べたら出てきますかね、こちらの高校。飴はわかるんですけど、いいですね。いいですね。泣きながら笑いながら楽しい卒業式ですね。それはなんかいいな。高校生のその青春っていうのがすごい憧れがあるんですけど、いいですね。卒業シーズンということで、足立歌はですね、残念ながらボタンが全部きっちり揃ってました。はい、中学の時です。もうね、来るかなと思ってね、玄関前で待ってたんですけど、やっぱね、保護者とかいますから、やっぱ後輩の皆さんね、多分恥ずかしがってたんでしょうと思いたいです。はい。後日告白とかなかったんですよ。そうなんですよね。はい、皆さん、卒業生の皆さん、ちょっと早いですがね、卒業おめでとうございます。はい、早いね。はい、他にもメッセージを送ってくれた皆さん、ありがとうございました。メッセージを紹介した方には全員に番組ステッカーをプレゼントしています。それでは東京 FM で毎週金曜日の午後6時から放送中のケースターチャートプレゼンツポップコーントップ10フライデー、次回2月28日生放送でお会いしましょう。足立優斗でした。バイバイ。